はい、健康生活チャンネルの海老原貴弘です。今回はですね、ステロイド軟膏や内服がいらない体を作る方法4選についてお伝えしたいと思います。で、あなたはステロイド軟膏のようなステロイドの入った塗り薬とか目薬や内服薬とか注射などステロイドが入っているお薬を離せないという状態ではないでしょうか。ステロイド薬は炎症を強力に抑えてくれますので、様々な症状を改善してくれるんですけども、その反面ですね、副作用も結構怖いものなんですよね。ですから誰もがですね、ステロイド薬はあまり使いたくないなというふうに思っていますし、できれば頼りたくないと思っているんですよね。でもそれでも使わないといけない方もいらっしゃると思います。ではですね、なぜあなたにはステロイド薬が必要なのか考えたことがあるでしょうか。あなたの他にもですね、たくさんの方がいらっしゃいますが、ステロイドに頼らなくても、むしろ薬を使わなくてもね、大丈夫な人も結構いらっしゃいますよね。では、あなたがステロイド薬を使う必要がなぜあるのかというと、それはあなたの体自体に問題があるんですね。そして、あなたの生活習慣があなたの体を作っているんです。そこで今回はステロイド薬の副作用やなぜステロイド薬が必要となってしまっているのかという原因の部分、そして対策についてお伝えしますので、もしステロイドを使っているという方はぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。また今回の内容は全文字幕をつける予定ですので、文字でご覧になりたい方は字幕をオンにしてご覧になってください。ということで、ステロイド軟膏や内服がいらない体を作る方法4選についてお伝えしたいと思います。で、じゃあですね、ステロイドってどんな時に使うというとですね、結構たくさんあるんですよ。例えばですね、多いのは塗り薬がやっぱり多いですよね。で、アトピー性皮膚炎の方などは結構使っている方が多いと思いますが、アトピーをはじめとして肌荒れやかゆみというのが、これが起きてしまうのは肌に炎症が起きているためなんですね。そこでですね、ステロイド軟膏を使うとですね、ステロイドはとても強力な抗炎症作用がありますから、ほぼ強制的に炎症を落ち着かせて、かゆみを止めてくれて、かきむしたりすることによってね、肌荒れをすることを防いでくれるんですね。で、また、目の疾患でね、ステロイド入りの目薬を使って炎症を抑える場合もありますし、腎臓の炎症であるとか、大腸とか、肝臓とか、脳とかね、その他にも様々な場所で炎症が起きる疾患にはこのステロイドが使われています。ですから、炎症を起こす症状にはね、特効薬とも言えるほど強力な効果があるんですね。で、そのために使っている方がとても多いんですが、実はですね、ステロイド薬は作用が強力なだけではなくて、副作用も強いんです。で、副作用ではですね、例えば体の免疫力が低下するために感染症にかかりやすくなったり、骨が脆くなってしまったり、ステロイドの副作用で血糖値が上がるために糖尿病リスクが上がったりだとか、太りやすくなったりしますし、消化器の粘膜が弱まって胃潰瘍であるとか十二指腸潰瘍などを作りやすくなります。で、また血液が固まりやすくなって血栓症リスクが上がってしまったり、不眠やうつ状態などの精神症状、ニキビができやすくなったり、脱毛であったりとか増毛してしまったりだとか、あるいはですね、生理不順が起こったり不整脈など様々な副作用が出てきてしまうんですね。しかしね、最も恐ろしいのは体の中でステロイドが作られなくなってしまうことなんです。これはですね、おそらくステロイド薬を処方してもらった時にですね、お医者さんからも説明があったと思います。で、もともとですね、ステロイドホルモンというのは副腎皮質ホルモンという体の中で作られているホルモンなんですね。なんですけども、これがですね、不足したりだとか、体が炎症を起こしやすい状態だとですね、様々な症状を起こしてしまいますので、塗り薬であるとか、目薬など、外からこのホルモンを足すことで症状を抑える必要があるんですね。でもですね、ステロイドホルモンを使い続けると、体でですね、ホルモンが作られなくなるという恐ろしい状態になってしまうんですね。で、体にはですね、ホルモンを分泌する司令塔になる部分と、ホルモンをですね、分泌して、その後ですね、そのホルモンが正常に分泌されたかどうかを感知して、司令塔へと伝達する、報告するシステムがあるんですね。
このシステムがあることで、司令塔はですね、これだけの量、そのホルモンを分泌しろというふうに指令を出して、その指令を受けたそのホルモンを分泌する機関がですね、はい、わかりましたというふうにですね、これだけの量を作りましたって報告を上げて、よしっていうふうにちゃんと管理されているんですね。でもですね、これがですね、ステロイドホルモンを使った場合、司令塔がですね、今回はこれだけのホルモンを分泌しろというふうに指令を出すんですよね。そしたらそのステロイドをね、出す副腎がですね、その命令を受け取って、わかりました。じゃあこれだけのステロイドを作り出しますと言って、その決められた量を分泌するわけですよ。でもですね、そこに外からもステロイドホルモンをプラスしてるわけですから、報告をする段階でですね、結構量が多くなっちゃうんですよね。指令を受けた量よりも多くの量を報告するわけですから、ホルモンを分泌する命令を出す司令塔は混乱してしまうんですよ。あれ、いつも通りにホルモンを分泌しないといけないから、これだけの量でね、オーダーしたはずなのに、その現場からはね、ホルモンが余ってるっていう報告が来ているし、どうしようかなっていうふうになってしまうんですよね。そしてですね、毎日毎日このようにホルモンが過剰な状態を繰り返してしまうと、とうとうですね、司令塔がもうホルモン余ってるから出さなくてもいいんじゃないみたいになってしまって、体から分泌するのをやめてしまうんですね。で、このステロイドホルモンが出なくなってしまうと、炎症を抑えることができないわけですから、とても恐ろしい状態なんです。だからステロイドホルモンはですね、その長い間使い続けることはできないものなんですが、それでもですね、症状がひどかったり、使い続けなければいけない場合もありますし、難しいところなんですよね。ただですね、先ほどお話ししたように、ステロイドホルモンというのは、もともとはですね、体の中から出しているものなんですよ。ですから、あなたの体がですね、ちゃんとホルモンを分泌できるようになれば、ステロイド剤を使わなくても良くなるんですね。というか、ステロイドをですね、正しく分泌できない体であったり、あるいは炎症が起きやすい体の状態こそが問題であって、こちらの方が改善すべきポイントなんです。ステロイド剤を使って抑えられている状態が正常ではないんですね。ではですね、なぜ副腎がホルモンを分泌できなくなってしまうのかというと、副腎疲労という状態が関係しています。で、副腎というのは左右に一つずつある腎臓があってですね、その上にくっつくようについているピラミッド型の臓器が副腎になります。副腎はわずか 5g ととても小さいんですが、50種類以上のホルモンを作り出して分泌するという非常に重要な働きをしているんですね。で、副腎の働きとしては、ステロイドホルモンを分泌することで栄養素の代謝であるとか、電解質のバランスの調整、ストレスのコントロール、心臓や血流などの循環器系の調整など、とても大切な働きをしています。で、このですね、大事な働きをする副腎ですから、副腎疲労によって機能が低下してしまうと、様々な症状が現れてしまうんですね。ではですね、なぜこの副腎が副腎疲労になってしまうのか、なぜ疲労してしまうんでしょうか。それにはいくつか理由があります。で、その説明のためには、副腎のもう一つの重要なホルモンを説明しなければなりません。それはコルチゾールというホルモンなんですね。で、コルチゾールはストレスを軽減するホルモンなんですけども、この場合のストレスとは、精神的なストレスだけではなくてですね、その職場でね、ガミガミ言われたとか、人間関係うまくいかないとか、そのお嫁さんがね、その姑さんとうまくいかないとか、こういったその精神的なストレスだけではなくて、他の様々なストレスも対応しているんですね。で、他のストレスというのは、例えばですね、大気汚染であるとか、食品添加物とか、気温の変化であるとか、食生活の変化、持病によるストレスや感染症など、体内で炎症が起こる可能性のある全てのものが含まれています。こういった体のストレスもですね、その軽減させているのがこのコルチゾールなんですね。で、これらのストレスが例えば多くてですね、そして長く続いた結果、ストレスに対処するために副腎はですね、休みなくフル稼働でコルチゾールを大量に分泌し続ける必要があります。そうするとですね、そうしないとストレスが代謝できないわけですから、ストレスがどんどん溜まってしまって体調不良を招いてしまいますので、やっぱりこの副腎がですね、たくさん働いてコルチゾールを出し続けないといけないんですよね。そうすると副腎がですね、働きすぎで疲れてしまうんです。で、この副腎のようにね、内臓疲労を起こす内臓っていうのは他にもあって、私たちの内臓はですね、いろんな原因で働きが低下してしまいますが、この内臓の疲労はかなり大きな問題で、内臓疲労から病気を作るケースってとても多いんですよ。例
例えばですね、甘いものを摂りすぎで膵臓のインスリンを使いすぎてしまうと、膵臓疲労を起こしてインスリンが出なくなって血糖値を下げられなくなって糖尿病になるとか、または例えばですね、肝臓は体にとって毒物を分解する、大事な働きをしているんですけども、例えばですね、アルコールを飲みすぎた場合ですね、肝臓でアルコールを分解させすぎると肝臓が疲労してしまって肝臓の病気の原因になってしまいます。でまた腎臓はタンパク質を分解した時に出る毒素をこし取って尿として排泄する役割がありますから、肉を食べ過ぎる生活をしているようだと腎臓疲労を起こしてしまって腎臓病の原因になってしまいますよね。このように働かせすぎた臓器っていうのは疲労してしまいますので、本来の働きを失ってしまうんです。ですからこのように副腎というのも同じで、働かせすぎるとやっぱり疲れてしまうんですね。で、この副腎はですね、そのストレスを代謝するコルチゾールがですね、ありますので、こういったそのストレスが多いと、こういったストレスを受ける機会であるとか、この量が多ければですね、頻繁に大量のコルチゾールを分泌する必要がありますので、やっぱりですね、これも当然ながら内臓疲労を起こしてしまう、膵臓が疲労してしまうんですね。ですから、まず必要な対策としてはですね、このようなストレスを減らすことなんですね。で、ストレスを上手に解消する方法であるとか、ストレスを感じない体づくりに関しては別の動画で詳しくお伝えしていますので、後でこちらの動画もね、下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、また、食事にもですね、気をつける必要があります。副腎を守るためには、腸内環境をいい状態に保って、腸の粘膜を丈夫にしておくことが大切なんですね。で、腸は免疫機能を司る場所ですので、とても重要な器官なんです。で、もしですね、悪い食べ物によって腸が荒れてしまって炎症が起こってしまうと、副腎は炎症を抑える効果もあるコルチゾールをどんどん分泌して炎症を抑えようとします。だからこれがステロイドホルモンですよね。ですから、腸をできるだけ荒らさない食事の方法はとても重要なんです。で、腸にですね、炎症やアレルギーを引き起こしてしまう食べ物が何かというと、1つ目は糖質の摂りすぎで、2つ目は食べ過ぎ、そして3つ目は小麦に含まれるグルテン、4つ目が牛乳や乳製品に含まれるカゼインです。で、まず1つ目の糖質の摂りすぎがなぜ副腎疲労を招くのかというと、コルチゾールが血糖値を上げる作用をするためなんですね。糖質を摂りすぎると血糖値が上がるわけだから、糖質を上げる方も関係ないんじゃないのというふうに思うかもしれませんが、これがね、大事な働きがあって関係してくるんですね。で、私たちがですね、糖質を摂りすぎた場合、血液中にはですね、大量の糖質が追加されますので、血糖値がですね、一度急上昇してしまうんですね。めちゃくちゃ上がってしまいます。で、その余った糖質はですね、血糖値高い状態というのは体にとって異常で危険ですから、その後の体の反応によって糖質がですね、中性脂肪へと変えられて減っていくんですが、この際ですね、あまりにも多くの糖質を脂肪へと変えてしまうために、逆にですね、糖質が不足してしまう低血糖状態になってしまうんですね。で、これはインスリンスパイクという現象で、甘いものを食べ過ぎたりとか甘い飲み物を飲み過ぎた場合にこういった血糖値が急上昇して、そして急降下する現象になってしまうんですね。ですが、低血糖状態も体にとっては危険な状態ですから、体はですね、この低血糖状態を改善するために副腎から血糖値を上げるホルモンであるコルチゾールを分泌するんですね。ですからこのインスリンスパイクをですね、何回も何回も繰り返していると、どんどんですね、副腎皮質にコルチゾールを分泌させてしまうわけですから、この副腎が働きすぎによって疲れてしまうんですね。だからその糖質の取りすぎもね、やっぱりこの副腎疲労を招いてしまうんです。で、2つ目の食べ過ぎなんですが、体の免疫力の70%は腸内環境が整っているかで決まるとも言われています。しかし食べ過ぎてしまった場合ですね、腸に多大な負担をかけてしまいますので、腸が荒れてしまって炎症を起こしてしまいます。すると副腎からステロイドホルモンを分泌して炎症を抑えないといけなくなりますので、またホルモン出しすぎによって副腎疲労を起こしてしまうんですね。で、3つ目の小麦に含まれるグルテンですが、これはですね、グルテンが腸に穴を開けてしまうためなんですね。で、グルテンが腸に穴を開けてしまうと、これでもですね、腸に炎症を起こしてしまいますから、食べ過ぎと同じようにホルモンの使いすぎで副腎疲労を起こしてしまいます。そして4つ目のカゼインですが、牛乳に含まれるカゼインというタンパク質は分解しにくい方が結構多くて、カゼインが未消化のままですね、腸にとどまってしまうと腸を傷つけて炎症を起こしてしまいます。ですので、牛乳や乳製品も腸が傷ついてしまいますから、やっぱり副腎疲労を作ってしまうんですね。ですから食べ物の面でもですね、こういった原因をなくさないといけないんです。ではどうしたらいいかというと、簡単ですよね。まずは糖質を摂りすぎないことと食べ過ぎないことと、
そして小麦や牛乳、乳製品を減らした食事を行うということです。これらに気をつけた食事を行うことで、副腎を疲れさせずにホルモンを分泌しやすい状態を作ることができるんですね。でもですね、甘いものはダメとか、食べ過ぎはダメ、小麦粉もダメ、牛乳もダメだと言われると、ちょっと食べるものにね、困ってしまいそうですよね。私の動画を見た方はですね、結構多くの方が、もう何食べていいか分かりませんというふうに言われるんですが、でも実はですね、そうではないんですよ。ちゃんと食べるものっていろいろあるんですね。で、そこでですね、私がお勧めしたい食事というのは、この孫優しい食事というものになります。で、孫優しい食事というのはですね、体にいい食材の頭文字を取ったもので、これはですね、とても簡単で副腎に優しくて、ビタミンやミネラルとか食物繊維などバランスよく取れる、優れた食事法なんですが、詳しいやり方についてはですね、その別の動画で詳しくお伝えしていますので、こちらもですね、後で下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、ストレート剤はですね、強力ですが、副作用もね、強いものですし、長く使うと副腎疲労となってしまって、様々な症状の原因となる大きな問題です。でもしですね、今、ステロイド剤をね、使って症状を抑えているという方はですね、今回ご紹介したような原因があなたにないか、対策を行えているかどうかをもう一度考えてみて、ぜひですね、薬の必要ない体づくりを始めていただきたいと思います。私の生態やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログはですね、下の説明欄のリンクからご覧になってください。今回の内容がためになったなと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録で応援をよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。